ハロー YouTube。はい、ということでですね、今日はですね、ペンタトニックスケールの、基礎練習、応用編、こちらについてシェアハピしようと思います。イエイということでですね、以前、ペンタトニックスケールの練習についてシェアハピしたんですけれども、皆さん、ペンタトニックスケールはもう練習していただけましたでしょうか？そもそもペンタトニックスケールちゃんと吹けますよみたいな方が、ちょっと今日はワンステップレベルアップした練習内容としてね、ちょっと取り組んでいただければなと思います。早速どんな練習かということでね、ちらっとこう説明していたださせていただきますと、こんな感じです。C メジャーペンタトニックスケールの、例を挙げて、C メジャーペンタトニックスケールって、ドレミソラドじゃないですか。今回紹介するのは、こういう感じですね。こういうのは、ちょっと規則性みたいなのをちょっと頭に入れて練習するのが大事なんですけども、見てください。ドレミソ、レミソラ、ミソラドってね、こう、4つずつね、こう上がっていってるじゃないですか。わかります意味？ほい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 ってね。こういう規則性をちょっと頭に描きつつ、練習するっていうのがちょっと大事ですね。それで、頭に描きつつとか言ってるんですけど、ちょっとね、毎度ながらちょっとあれなんですけれども、これの、楽譜をちょっと販売しておりますんで、ぜひ、ご購入いただければなと。概要欄にも URL 貼っとくんで、ぜひご覧になられてみてください。ということで、実際ちょっとね、くちゃくちゃ言いながら、吹いてみる動画も、ちょっと、入れていこうかなと思ってますんで、どうぞはい、お待たせしました。ということでね、早速、やってまいりましょう。ちょっとね、シズチャンネル長らくご覧いただいている方は、久しぶりすぎて撮影が、ちょっとね、恥ずかしいんですけど、ちょっとやってみようかなと思います。じゃあ、C メジャーのペンタトニックスケールを例に出して、やってみようと思うんで、こんな感じですね。普通の C メジャーのペンタトニックスケールは、こういう感じですね。こんな感じじゃないですか。で、スケールのこういう応用って、どういう規則で、動いてるかみたいなところを把握して、練習する必要があるんですけど、スケール練習って、上がっていくパターンと、下がっていくパターンって、あると思うんですけどね。それがちょっとこういう感じですね。上がっていくパターンは、こういう感じで、下がっていくパターンは、こういう感じですね。こういう感じで上がっていって、で、下がっていく方。みたいな感じで、下がっていくっていう感じ。で、これも何回も言ってるんですけど、なんていうんですかね。楽譜見てもいいんですけど、やっぱり、頭の中で、こう、思い描いて、吹いた方が、なんていうんですかね。アドリブとかやりたい人とかは、そっちの方がいいと思うんですよね。なんでかって言ったら、アドリブとかって、書かれてること吹くんじゃないじゃないですか。ね、自分の頭の中で、思い描いたものを、こう、音にするっていう感じじゃないですか。そうちゃいます？そうなんですよね。だから、ドレミソ、レミソラ、ミソラドっていう、この規則性を、こう、見つけられたら、それを、こう、楽譜に起こす、もしくは起こしているものを見て吹くんで、それもいいんですけど、自分の中でこう考えて、吹くのがいいかなって感じですね。で、あと、これ言うの結構初めてなんですけど、ちょっと、やっぱタンギングとか、やっぱつけた方がいいと思うんですよね。例えばなんですけど、
まあなんかこういう真ん中の部分がひっついてるみたいな、これちょっとなんかありそうじゃないですか。じゃあなんかジャズのアーティキュレーションとかに。だからそういう単にスラーででのべーって、まあ吹くんもこれまあ練習になるとは思うんですけど、指の練習の向こう側ってやっぱなんかその音楽を上手にかっこよくやりたいみたいなとこはあるじゃないですか。で、まあ、そうなった時にやっぱ歌い方が大事ですよねみたいな。だからみたいな感じでまあやるといいと思うんですね。まあ別にこの方法じゃなかったとしても、例えばダラララのこの一塊の頭の音だけはタンギングするとか。まあこれでもいいですよね。タンギングの練習メニューについては結構前にタンギングのこうやつなんか動画ちょっと出したりとかしてるんで、まあちょっとそっからねなんかこうまあネタみたいなパクってもらってもまあいいかなとは思うんですけど、結構やっぱりフレーズとかに注意が向きがちなんですけど、やっぱそのどうやって歌うかみたいなのって結構バカにできないと思うんですよね。フレーズさえかっこよけりゃ歌い方のこのアーティキュレーションとかってあんまり意識向いてないことが多いと思うんですよね。でも結構これって大事なんですよね。それはどんな楽器でもそうやと思うんですけど、でもなんか管楽器ってまあなんて言ったらいいんかな、管楽器をまあやってる側からしたら特にそれはめっちゃそう思うんですよ。まあね、だからちょっとまあやってみてほしいですね。ちょっとねC メジャースケールだけこの練習メニューを吹いてみようかなと思います。でテンポはね60で、アーティキュレーションはじゃあまあさっきちょっと言ってたタンタランタンにしてみましょうか。ちょっとねそれでやってみようかと思います。まあそれで下がるパターンはじゃあ頭の部分だけをタンギングする。ダラララ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 ってな具合でちょっとやってみようかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。タンギングとかするとやっぱりリズムのこの輪郭みたいなのが、まあ、結構はっきりこう出やすいんかなって思うんですけど、歌い方ってめちゃ大事なんちゃうかなと思うんで、まあちょっと頑張ってみてください。ということでね、ペンタトニックのスケールなので別にドジャズで使えなくもないんですけど、まあやっぱちょっと使うってなったらまあなんかファンクとかの方がなんか合うんかなってまあ思うんですよね。ファンクとかってこうドミナントのねセブンスのなんか一発もんのコードでこう楽しくアドリブするみたいなのとかがまああると思うんですけど、そういうところでねこういう今回やった練習とかちょっとなんかフレーズとしてなんかやってみたらいいんちゃいますということでキー変わるんですけど、アルトでいう、まあ、G7 になるんですけど、まあこの一発のなんかこうコードがあったとして、アルトでいうねG7 の一発もみたいなんてよくあるキーなんじゃないかなと思うね。まあ、ちょっとこれでね今日やったフレーズ、まあ、ちょっとなんか使えたらどうかなみたいなじゃあそういう感じですね。G7 なんでまあシンプルに G メジャーのペンタトニックスケールが使えると思うんですけど、 G メジャーのペンタトニックスケールでわーってやりつつなんかこのなんかまあ、フレーズ使えたらどうかなって感じですね。やってみますね。ちょっとね、いけるかわからないですけど、やってみますね。地図チャンネル
でもなんかね、なんか使ってみようっていう意識をするのね、なんかちょっとぎこちなくなっちゃうかもしれないですけども、まあ、ちょっと参考になったかなわかんないですけどね。トライアンドエラーなんで、まあ、じゃあね、何回かね、まあ、やってみて、微妙やなと思ったらもうやめたらいいんで、もうたったそんだけのことなんでね。まあそういう感じでね、まあちょっとなんかいっぱいなんかやってみてください。ということで、終わります。イェイ。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、まあちょっとやらしいかもしれないんですけども、こちらでね、ちょっとね、楽譜販売してますんで、12期の、この、ペンタトニックスケールの今回の練習の内容をちょっと楽譜に起こしたんで、ぜひね、ちょっと、ご購入いただければなと、まあちょっと思っております。でもね、ナシカなんで結構ペンタトニックスケールを何かと押すかっていうと、やっぱり、なんていうんですかね、ペンタトニックスケールそもそも、こう、なんかメロディックなスケールなんですよね。なんか、メロディック。わかります？音楽って、要素的に、まあ、ざっくりですけど、3つあって、リズム、ハーモニー、で、メロディーなんですよね。んで、まあ、我々サックスやってる身からすると、メロディー楽器やから、やっぱメロディーの部分にやっぱ意識いきやすいんですよね。で、なんか他の動画で、なんかハーモニックス、マイナースケールとか、こう、オルタードスケールとか、こう、くちゃくちゃ言ってるんですけど、それって、結構、ハーモニーの部分、コードの部分、なんかここにちょっと長けてるかどうかっていうところって、若干問われる気がするんですよ。まあそこが結構、ジャズっぽかったりするんですけど、やっぱね、サックスやってる人とか、こう、メロディー楽器やってる人って、これ言っちゃうのはちょっとあんま良くないとは思うんですけど、コード感みたいなところには、若干、まあ、ね、ちょっと、あれやったりすることもあるんですね。我々メロディー楽器からすると、そういうメロディックなスケールって、とっつきやすいんですよね、きっと。だから、とっつきやすいものから始めていけば、私全然それでいいと思うんですよ。で、とっつきやすいのから始めてって、で、なんか慣れてったら、なんかもっとね、難しい、横文字のスケールを、バーって、ね、練習したら、ね、いいんちゃうんかなって思うんですけれども、まあそういう意味をね、ちょっと込めてね、こうやってみました。まあ、頑張ってみてください。はい。ということで、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。ブイボー。